今回のユニオンレイドでは即死級の攻撃を行ってくるボスが2体いますので、その対策をご紹介します。1体目はビッグマウスです。ビッグマウスの即死攻撃は即死という状態以上のため、ノアの無敵、マキマさんの不屈、バリアで防ぐことができません。実際にマキマさんでビッグマウスの即死攻撃を受けてみます。このように不屈のスキルが機能せずに即死してしまいます。またこの攻撃は60秒に1回打ってくるという規則性があります。即死は防ぐことができないので、一つ目の対策としては蘇生スキルを持つニケを使用することです。クリスマス N は戦闘中1回のみですが、ラプンツェルはクール60秒で何回でも蘇生可能なので、ちょうど即死攻撃のタイミングに合わせることができます。2つ目の対策としては、挑発スキルを持つニケに即死攻撃を誘導させることです。例えばこのように、バースト1のニケ2体、バースト2のニケ1体、バースト3のニケ2体という編成の時、挑発スキルでバースト1のニケに即死攻撃を受けさせることで、残り1分までバーストを回してダメージを稼ぐことができます。こちらは挑発スキルを持つニケのリストです。挑発時間の長いルドミラ、任意のタイミングで挑発できるノイズとノア、スキルのクールタイムが即死攻撃のタイミングと一致するフォルクバン、レイデン、ラピがおすすめです。そして即死級攻撃を行ってくるもう1体はブラックスミスです。ブラックスミスの攻撃は状態異常ではなく即死級の大ダメージです。そのためビッグマウスの即死攻撃と違い死なない方法があります。対策1つ目はノアのバーストスキルで無敵になることです。このようにノアのバーストスキルを使用することで回避することができます。ブラックスミスの大ダメージ攻撃には5秒ほどのためがあるので、攻撃の予備動作に入ってから数秒後にバーストを発動するとちょうど良いかと思います。対策2つ目はマキマさんの挑発と不屈で受ける方法です。普通も絶望もな静かにできる。このようにマキマさんの挑発で攻撃を誘導し、不屈のスキルで耐えることができます。ただ不屈の効果は戦闘中に1回のみなので、2回以上大ダメージ攻撃を受けることができません。またマキマさんは常時挑発できないので、大ダメージ攻撃に挑発のタイミングが合わない場合があります。対策3つ目はダメージ分配を使用する方法です。ここでアニスのダメージ分配がモダニアとラプンツェルにかかっています。このように即死級のダメージを複数で分配することにより攻撃に耐えることができます。ダメージ分配スキルを持っているニケは次の4体です。アニスとユルハはクールタイムが重なっているので、アニスとポリ、ユルハとポリというようにクールタイムが重ならないように組むことで安定度が上がります。一方バリアは全体バリア、単体バリアともに大ダメージ攻撃を防ぐことができません。ここでアリアがバリアを張っていますが、攻撃がバリアを貫通してしまいます。以上のようにビッグマウスの即死攻撃は防ぐことができないので、蘇生スキルを持つニケがいない場合は挑発スキルを持つニケで受けることで安定してダメージを稼ぐことができます。またブラックスミスは大ダメージ攻撃なので、無敵や不屈、ダメージ分配スキルを使用することで即死を防ぐことができます。以上、ご視聴ありがとうございました。